はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、ちょっと動画2週間3週間ぐらい空いちゃいましたが、今回は前回ねちょっとお伝えしてた通り、ノルウェーオスロからシンガポールまで、ターキッシュエアラインズですねのビジネスクラスを利用しましたので、そちらの方の様子をねお伝えしていきたいと思います。オスロのねガーダモエン国際空港ね、とてもウッディな空港で僕は好きなんですが、チェックインカウンター一番端っこでしたかね。はい。でチェックイン無事終わりまして、今からね出国という形、出国ですね、出国という形になりますが、一応ね映り悪いですがファストトラックありましたね。ただ空港結構空いてたのでファストトラックじゃなくても OK でしたが、で、オスロにあるラウンジ、OSL ラウンジ、オスロラウンジ、あと、サスラウンジですね、スカンジナビア航空のサスラウンジ、2種類、2つあるんですけど、ターキッシュエアラインズは、オスロラウンジを指定されてますのでね、そちらの方に中にね入りましたが、サスラウンジがね、サス本拠地はねデンマークコペンハーゲンですけど、オスロもね、ノルウェーも一応本拠地っちゃ本拠地なんですけど、そこも昔入ったことあるんですが、置いてある食べ物飲み物に関しては、ほぼほぼ一緒だったなっていう感じですね。だいたい北欧のラウンジというかね、ノルウェーのラウンジ、デンマークサスラウンジ本拠地ですけどのラウンジも食べ物ってあんまりないんですよね。なくはないんですけど、例えばアジア日本ね、違ってその軽いスナック系軽食がメインっていう感じで、がっつりっていう食事はねあんまり置いてないんですよね。でこれがですね、メキシカンミネストローネスープって書いてありましたけどね、北欧には珍しいというか、ちょいピリ辛、皆さんにとってはピリ辛、僕にとっては辛いミネストローネスープでしたけどね、あのスープは結構美味しかったですね。はい。てなわけで、今から、イスタンブールに向けてね、行こうと思います。で個人的にですけれども、何回かっていうか何十回か仕事でねノルウェーに行ってますけれども今回が初めてターキッシュエアラインズビジネスクラスということで、いつか乗りたいターキッシュエアラインズ、評判いいですもんね。コスパが高いビジネスクラス航空会社じゃないかなと思って、今回もね楽しみに乗ってるんですけども、このビジネスクラスを、皆様ねどう思うかわからないですが、ヨーロッパのビジネスクラスってエコノミーの席を間、3列シートであれば間抜いてビジネスクラスにしてますっていうのが多いんですね。ヨーロッパ間っていうのが多いんですけど、ターキッシュエアラインズの場合こうやってちゃんとしてるというか、オスロからイスタンブールまで4時間半ぐらいかかるので、きっちりビジネスはビジネスみたいな感じにしてるんですね。なので先ほども映ったように足元、今、この画像でも分かる通り足元をきっちり広く作ってますよみたいな感じでね、結構ヨーロッパ間移動の中でも確かにね時間はかかるんですけど、きっちりしてるなっていう印象は個人的には思いましたね。はい、で4時間半かかるのでっていうことじゃないでしょうけど、メニュー表ね、インフライトミールのメニュー表もきっちり作られてるっていう感じでしたかね。
てなわけでね、ガーダモエ国際空港オスロで出発となります。ちなみにですけどね、行きはイティハドを使ったりなんだして、帰りはオスロからは、ターキッシュエアラインズで帰るんですけど、ビジネスクラスとしてはね、結構安いです。1600ドルぐらい、シンガポールドルですけど1600ドルぐらいで行けますし、実際私が取った時はね2000ドルちょっとみたいな感じだったので、比較的やっぱり安いと思います。高い時はね 4,5,000 ドルするんですけど、ターキッシュエアラインズは比較的ヨーロッパ系の航空会社で、良心的なというかね、比較的安い、ビジネスクラスの値段で提供されているような気がします。てなわけでですね、離陸しましたけれども、基本的な操作云々っていうのはねそんなにありません。普通のプレー語がちょっと広い版みたいな感じのビジネスクラスですけども、飛び立ってすぐ機内食ということになりましたが、どちらかというとやっぱりねアラビアからそのまま、トルコに抜けるっていう感じがありますので、このような、メッツェっていうんですかね、ちょっとわからないですけど、相変わらずわからないですけど、チーズ盛り合わせだとか、ね、ローストビーフだとかいうのがワンプレートで出てきますよという感じですが、ただこれ前菜です。これは、ヨーロッパの中でというか4時間半でどういう感じでやるのかなと思ったんですけど、これは前菜のお皿ですね。トルコ料理メインっていう感じなんでしょうか。でこれがね実際この機内食のメインディッシュですね。で僕が頼んだのはエッグプラント、ナスのケバブって書いてあるんですね。でこれナスに包まれてる中身がお肉っていう感じなんですけど、正直これはね美味しかったですよ。これはなんかちょっと新感覚みたいな感じだったんですけど、ナスに包まれてるお肉、それとですねこのライスが味付けされてたんですよね。鶏ガラだしっぽい味はしましたけど、それとケバブを一緒に食べるのかな。それが正解なのかどうかわかんないですけど、とにもかくにもですねこのメインディッシュものすごく僕好きだったんですね。美味しかったなと思いまして、これ4時間半で出るなら最高じゃんみたいな感じでしたけどね。でデザートだサラダだチーズ盛り合わせっていうのはね最初のプレートから出てきたので何とも言えないんですけど、このメインディッシュは僕はおすすめだなと思います。もしね食べる機会があればぜひ食べてほしいです。ナスと牛肉とそれに合わせたトマトソースですね。美味しかったですね。てなわけでですねそうこうしてるともう、今ヨーロッパ上空飛んでますけども、4時間半かかりますので着く頃にはイスタンブールは夜ということで綺麗ですね。これもねもっとですねフライトを選べばイスタンブールの滞在が9時間とかですね、もうちょっと高くなるんですけど、例えば、22時間ぐらいイスタンブールにね滞在することも接続便ではねあるので、今度乗る機会があったらですねちょっとイスタンブール1泊ぐらいしたいなっていうか、イスタンブールというかトルコをすごい観光したい国の一つなんですけどね、
今回はちょっと時間がないしですし、水産物持ち帰ってますんでね、サンプルをね、そういう時間はないんですけど、もうちょっとねゆっくりイスタンブールできたらいいななんてね思ってましたけれども、でイスタンブール初めて降りまして、これが新しくなったねイスタンブールの国際空港ですけどもね、すごくガランとしてるっていうかねあんま人いなかったんですけど、広いですよ。広かったですね。なかなかね乗り継ぎのイミグレまでね、歩きましたけども、これがねファストレーンですね。ターキッシュエアラインズ専用のファストレーンでしたけどもね、そこを通過して、次のねフライトのゲートまで迎えたいと思っていますけども、はいね、こちらがイスタンブール国際空港のねイミグレ通った後のエリアですね。なんと言いましょうか、そんな感じですが、広々としてて綺麗で、やっぱ評判いい空港ですよね。もともと評判もいいですし、ターキッシュエアラインズのラウンジもね評判がいいんですが、でここから入ろうかなと思ったら、ここアシスト専用のね入り口だったのでちょっと違ったんですが、ただね今回そんなにラウンジでもゆっくりする時間がないんですね。乗り継ぎが確かジャスト2時間だったと思います。なのであんまりゆっくりできない。行きもそうでしたけどね、行きもなかなか、ゆっくりできない。なかなかこうエティハード航空のねラウンジご案内できなかったですが、帰りも結構バタバタなんですよね。なのでなかなか満喫するっていうことはねできなかったんですけども、広くなったというかね、評判のいいラウンジへ今向かっております。はい。でこちらがターキッシュエアラインズのラウンジ。わかんないです。何箇所かあるのかどうなのか。ターキッシュエアラインズってファーストクラスの設定がないので、おそらくビジネスクラスラウンジしかないんじゃないかなと思いますけどもね。ほんとトルコ料理がね存分に味わえるような、ラウンジになってるんですけどね。ただもう夜中でしたので、そんなにね料理の提供はないんじゃないかなと思ってましたけど、ところがどっこい皆さんすんごい頑張って料理作ってましたね。さすが24時間空いてる空港っていう感じはしましたけど、やっぱ人が多いですね。人多かったですよ。もう11時ぐらい、夜のね11時ぐらいだったんですけど、見渡す限り皆さん楽しんでいらっしゃって、そして満席というようなね感じで、ここのね右手がトルコのピッツァみたいなのをね作ってるとこだったりねしたんですけど、ちょっとね座るとこもそんなにないし、どうしようかな、そういえばゲート確認してねえなみたいなのもあったんで、うろうろしてましたけどもね。ほんでどこに来たかと言いますと、一回ちょっとラウンジを抜けてですね、喫煙所でございます。はい、すいませんね、ラウンジの紹介じゃなくて。でトルコの喫煙所は結構表示が分かりにくいんですよね。初めて来るとちょっと表示が分かりにくいんですけど、ラウンジからちょっと離れたところにねありましたけどもね。はい。でこれがラウンジにまた戻ってきて、特にお腹も空いてないし、でも少しご紹介するかみたいな感じで、スイーツですね、デザートを取りました。で飲み物はレモネードですけど、ケーキ類ですね、を取って今食べておりますが、美味しかったです。はい。甘いっちゃ甘いですけど、そんなくどい甘さでもなくて、結構レベル高かったですね。やっぱり美味しいなと思いましたね。
でもう何のかんのしてるともうそろそろ行かなきゃいけないんですけど、もう12時回っててこれですからね。やっぱターキッシュエアラインズね利用される方多いんでしょうね。ほんと多いですね。で今優先搭乗でゲートの中入ったというような感じですが、ビジネスクラスの設定の席が結構多いんでね、ちょっと並んだりはしますけれども、僕が今から乗るレイアウトコンフィギュレーションが232の旧型旧式のシートにはなるんですけどね、今121のレイアウトの飛行機もターキッシュエアラインズは出してますけどね、このフライトは232で、もう1便シンガポール飛んでて、でそれは121の新型という風にねなってますけども、ただね232ですけど、今までのこのねレイアウトコンフィギュレーション232のビジネスクラス何回かね乗ったことありますけど、その中では一番足元は広かったですね。オットマンがすっごい遠いって感じでした。これは旧型のね、ビジネスクラスにはなりますけど、十分な広さでしたね。はい。でテレビの画面がやたら遠く、ね、モニターがやたら遠く感じるというね、ビジネスクラスですけども、なんといってもね機内食がねターキッシュエアラインズは美味しい美味しいと言われてますので、今メニュー表を見ておりますけどもね、はい。でね今ウェルカムドリンクをね、配ってるところでして、もうお酒もあんまいらないやっていうね夜中なのでいうことでオレンジジュースお願いしましたけどね。はい。でこれがワインだなんだこういうのありますよみたいな、メニュー表もしっかり作られててですね、機内食もう途中からわけわかんねえみたいな感じもありましたけどね。でもしっかりされてますよね。なんか評判がいいのはもうこの時点でわかるなっていう感じです。ワインももちろんシャンパンも置いてありますしね、プロセコも置いてあったりとか、酒の種類も豊富でおっさんよくわかんねえみたいな感じにはもうなっておりますけどもね、今映しておりますが、でこれがあれですね、アメニティですね。はい。で一応ねいろいろ、メインはいろいろ選べたりとか普通通りね選べたりするんですけども、この提供する時間がもう人それぞれ、いつ提供しますかみたいなのね、フライングシェフっていうんですかねが2名乗っておられて、でその方たちが一人一人にいつ提供しますか、朝ごはんはどうしますかみたいなことでね聞いてこられるんですけど、僕がですね飛び立った後というかもう記憶もないうちにコロッと一回寝ちゃったんですよね。なので多分ですねタイミングをちょっと逸してるんですよね。離陸後ちょうだいって言ったんですけど、多分離陸後提供しようと思ったら僕寝てたんでしょうね。で1時間ぐらい多分寝ちゃって、ちょっとタイミングを逸して機内食くださいって言ったのでパパッと持ってこられちゃったっていう、これは僕のせいですけどね。で今これ食べてるのがスモークサーモンのね前菜です。だからおそらくですが本当はねワンプレート別々で持ってくるんですけど、僕がタイミングを逸したのでちゃちゃっと持ってこられたっていう感じだと思います。メインはねステーキ選んだんですけどね、味付けは美味しかったですね。もうこの前菜ももちろん美味しかったんですけど、ステーキの味付けも美味しかったんですけどね、ただおそらく、私のせいで温かい状態で冷たくはなかったんですけど
もっと温かくステーキは食べれたんだろうな本当はというふうにねちょっと思っちゃいましたけど、いや機内食美味しかったですね。はい。で、またベッドの状態にして寝ましたと。5、6時間寝たと思います。で起きたらもう朝食のお時間ですということで、これが朝食もう着陸2時間前、2時間から2時間半前に提供されるやつですね。これがでこれスムージーじゃないけど、ヨーグルト的なやつで、クロワッサンとハード系のパンを1個ずつということでですね、朝食ってね、大体どこの航空会社も、洋食を選ぶとこういう感じこういう感じですよね。一見パッと見たらアイスランド航空ですね、以前だいぶ前、もう2年前ぐらいかな、投稿してると思うんですけど、アイスランド航空のね朝食の内容にすごく似てるなとかね思ったりもしましたけどね。はい。この朝食もね本当ゆっくり食べれましたね。先ほどの夕食扱いの分はねちゃちゃっと食べたっていう感じだったんですけど、朝ごはんの方はねゆっくり食べれたなっていうので、今楽しんでおりますけどもね。お味の方はっていうのは大体ねこう映像ではお分かりかと思います。あんまねまずいとかいうのも当然ありませんし、めちゃくちゃうまいっていうのもねそんなないですけど、美味しくいただいて、これが朝食のメインディッシュ。僕はオムレツにしましたね。はい。でこのメインのオムレツがね美味しかったんですよ。ちょっとね YouTube 投稿者のおっさんがね下手くそなので画角が悪いんですけど、キノコのオムレツだったと思います。中身はねキノコの何種類かのキノコがソテーされたのが入ってるというか、キノコのソテーにオムレツがドーンと乗ってるっていう感覚なんですけどね。はい。でも美味しかったですよ。このオムレツはね当たりだなと思いましたね。それ以外にもねなんていうんですかフレンチトーストですねとかも選べたような気がしますけど、もうフレンチトーストはね行きのエティハド航空でもうすんごいの食べちゃいましたから、それはもういいやって思ってねオムレツにしましたけども、ここも美味しかったですね。やっぱり皆さんねターキッシュエアラインズの機内食美味しいよって言われるゆえんみたいなのをねすごく感じました。もちろん味も美味しかったりとか提供の仕方がね上手だったりっていうのもあるんですけど、フライングシェフがね2名乗ってたりで、もちろんキャビンアテンダントさんも言えばね機内食提供してくれたりするので、スタッフがねやっぱ結構多いんですよね、ビジネスクラス。そういう意味でねサービスも素晴らしかったんじゃないかなというふうにね思いますね。はい。機内食満足しました。欲を言えば今度乗るときはねちゃんとコロッと居眠りじゃないけどコロッと寝ずにちゃんと自分が伝えた時間にねちゃんと提供していただいてね、もっと美味しくいただけたらいいなというふうには思いますけどね。でねこんな風にねブレッドパンのおかわりもどんどん来ますね。どんどん来るので頼んじゃって、そんなにお腹空いてないんですけどなんか頼んじゃったみたいな感じになりましたけどね。はい。素敵なねキャビンアテンダントさんでした。すごくね親切な方でしたけどね。はい。でその朝食の締めのチョコレートがね配られて、これで機内食は終了ということで、だいたいねイスタンブールからシンガポールまで11時間半ぐらいのボーディングじゃないですかね。搭乗時間それぐらいだと思いますね。実際12時間半とかはかからないなみたいな感じですけども、長距離じゃ長距離ですが、快適にね過ごせましたし、締めの
言葉になりますけども、オスロからイスタンブール経由でシンガポール、ノルウェーとか例えばヨーロッパ本土でもそうですけど、やっぱこうコスパを求めるおっさんからするとですね、ターキッシュエアラインズはやっぱいいなって思いましたね。この航路が片道ですね、ヨーロッパ本土でもオスロでもおそらくそんなに値段は変わらないんですけど、シンガポールからヨーロッパ本土イスタンブールを経由してってなった時に、安ければね1600ドルちょいで、シンガポールドルですけどね、でそれぐらいでね手配できますし、今回ちょっとギリギリだったんですけど、1800約2000ドルぐらいですかね、2000シンガポールドルぐらいで手配できましたからね、これはお得です。もう他の航空会社、そう中華系を合わせるとことかですね、そうなるとまたちょっと話変わる時があるかもしれないですけど、でもやっぱりねサービスもいいですし、このコスパは非常に高いなと感じましたね。なのでね、またノルウェー行く機会は当然あるとは思うんですけど、やっぱターキッシュエアラインズは一つ候補になるなというふうに、また乗りたいなと思いますし、当然イスタンブールも観光したいなと思いましたね。てなわけで今回もご視聴誠にありがとうございました。